月刊エオルゼア昇格物語の評判やいかに、ヤン速報とは何やつか、新しい絶は絶対これ、麻雀プロ団体にスポンサー意味あんの？イベント盛りだくさんの3月を振り返っていきましょう。まずはゲーム内の公式イベントから。今月の目玉はパッチ 7.45 昇格物語とヒルディブランド黄金編が実装。昇格物語はルート分岐付きで探索する通常版に加えて、ボス挑戦型のアドバンスドバリアントダンジョン、そして高難易度のアナザーダンジョン、この3つのスタイルで遊べるコンテンツになってました。あなたの感想はいかがでしょうか？私から見える世間の評判で言うと、アドバンスドバリアントダンジョンについては悪いこと言ってる人いるっていうぐらい大好評で、アナザーダンジョンについてはクリアしたっていうクリア報告以外聞かないのでよくわかんないです。私の感想で言うと、まずアドバンスドバリアントダンジョンについてはもう最高の一言。14のちょっと難しいギミックやってみたかったって人結構いたと思うんですよね。でも5区は怖い。ミスったら連帯責任で全員死ぬし、時間切れあるから DPS も気にしなきゃいけないしで、その辺気にしていた人たちにもバッチリハマる待望のコンテンツだったんじゃないかなと思います。参加人数を2人から4人と可変にしたのも英断で、なんか頭ありデバフとエンハイデバフをつけるつけないだ、セントリギミックの2度付け禁止デバフの秒数だ、可変にするための調整ってややこしかったと思うんですけど、ディープダンジョンの時もそうだったんですが、これぐらいの難易度感のコンテンツだと、例えば夫婦2人で行くとか、私から見える範囲だと割と2人で行くっていう需要って多いように見えたんで、そこにもしっかり応えてるなと感じました。できる人はできる人側でチャレンジする側を気軽に誘いやすいですし、ゾンビ戦法も許容されるから、その気になればできる人1人でもキャリーできて気持ちいいし、でキャリーされる側もムズギミック味わえるし、両方幸せですよね。難易度設定もまた絶妙で、基本的に5区を少し下回るぐらいなんだけど、たまーに5区に踏み込んでくる感じ。ダリアの強制移動プラスエンハイマーカーとか、なんかペリーの4連回転プラスセントリとかは結構シビアですよね。ダリア、ソードマスター、ペリーの間でも難易度設定に傾斜作ってるような感じしますし、脱初心者の志がある人が誰しもどっかで壁に感じるような作りになってて、よくできてるなって思いました。ちなみに初心者にとってアドバンストバリアントダンジョンが割と気兼ねなく難しいギミックに挑戦できるっていう位置づけであるのと同じように、私のように霊式三層見くりの中途半端ミッドコア野郎にとって割と気兼ねなくより難しいギミックに挑戦できるモードが欲しいんですよね。要するに絶みたいなギミックをやってみてと常々思ってます。この前アンビストマ取りに天国4層行ったんですけど、当時は3層見くりだったんでできなかったんですが、スーパーチェインセオリーとかイディアエレメンタルとか面白かったんですよね。今カロリックセオリーはスキップできちゃったんでプレイできなかったんですが、ああいうのもやってみたかったな。前言ったかもですけど、私はファイナルファンタジー5時代から国営の前奏曲ファンなんで、絶オメガのフェーズ1のサークルとパントクラトルだけはいつかやりてえと思ってます。火ダメ像がつくぐらいのペナルティでやらせてくんねえかな。こっちは絶に挑むモチベーション維持とか絶そのものの権威づけみたいなところもあるから難しいのは分かってるんですけどね。余談でした。アドバンスドバリアントダンジョンが大好評の一方で空気気味のアナザーダンジョンですが、シラディ派の頃からアナザーダンジョン信者である私としては相変わらずめちゃくちゃ面白かったです。ていうか難易度これぐらいで助かった。 IL776 とゴミだったので、真空795って聞いた時は終わったなって思ったんですけど、固定の賢者さんにしこたま迷惑かけつつもクリアさせてもらったので一安心でした。ギミック自体は歴代と比べてもかなり素直めで、ゼレズガーの呪具設置とかスターチスの運動会とか目新しいきしょい動きをさせるギミックがなかったのは残念ではあるんですけど、逆に言うとギミックの理解と対策立案がしやすくてブラインド攻略しやすい作りになってたとは思うので、4人で行くものとしてはむしろこっちの路線の方がいいのかなとも思いました。アナザーダンジョンについては結構盲目になってるので一歩引いた評価ができなくなってるんですけど、面白さの割に話題性が薄いのが本当に不思議でならない。言われてる通り報酬が少ないからなんですかね。3年以上やってるんですけど、報酬の多い少ないでコンテンツ選んだことないからあんまり腑に落ちないんだよな。私の主観だけで言えば、ピルグリムトラバースの時にヨシピーが言っていた誰しもが楽しめるっていうコンセプトを昇格物語はバッチリ体現しているナイスなコンテンツだったなと思っています。報酬名さっきちょっと触れちゃいましたが、ランプの魔人マウントですとかミニオンが追加、さらにアドバンストバリアントダンジョンクリアで手に入る通貨で交換できるアクセサリーがかなりおしゃれ。そして今回からアドバンストバリアントダンジョンクリアで前転の強化薬が入手可能になりました。これまでは異分あるある霊式のクリアが新曲武器強化の前提でしたが、今回はアドバンストバリアントダンジョンでも OK になって、霊式をやらないプレイヤーにも武器強化の道が開けました。一方であんなに苦労して得たのにっていう声もあって、その感情もわかる。この辺のプレミアム感の維持と需要に応えるっていうトレードオフは難しくて、私は何か言えるだけの意見はありません。運営も探り探りなのかなと思います。昇格物語は以上。3月初旬にはシーズナルイベントプリンセスデーが開催されました。報酬は3歌姫と出場時の顔がプリントされた T シャツ、さらに1000円エモートも多数追加されて豪華な内容でした。イベント期間中は T シャツを着たプレイヤーたちが1000円エモートで推しを応援していて、ちょっと別ゲー感あって面白かったですね。そして3月23日からはエッグハントが開催。シーズナルのイラストに主要 NPC を使うようになってからエモいイラスト増えてきましたね。報酬はパリピ感あるサングラス6種、一部ハウジング勢には卵なしバスケットが刺さってるみたいです。ゲーム内話題以上。ここからはゲーム外の話題。まずイベント関連。エオルゼアカフェでは4月7日からエッグハントイベントが
が開催予定。レポリットのオムライスやハニービーラブリーのドリンクも再登場。話題のランチョンマットももらえるので気になる方は要チェック。 JR 京都駅では3月19日からポップアップイベントが開催中です。京都駅西口のど真ん前ということもあり、かなり賑わった場所にあります。今年の目玉は何といってもクリエイターとのコラボ商品、ポーチ、カードケース、ハンカチなど多数の新作が一気に登場しています。コラボアイテムだけではなく通常アイテムもかなりの物量で並んでいて、見て回るだけでも満足度高め。さらにショッパーや会場限定ノベルティも用意されてます。開催は4月8日までなので気になる方は早めにどうぞ。にしてもさ、エッグハントのイラストとかポップアップストアのグッズといい、なんかすごく良くなってませんか？プレイヤー側の需要を理解した上でそれに合うものを出してきてるっていうか、以前すごい優秀なデザイナーヒカセンさんと喋った時に言われたんですが、ファイナルファンタジー14は音楽関連のグッズと世界設定資料関連のグッズはめちゃくちゃセンスがいいのに、それ以外のグッズのセンスが壊滅的で、適当に作りたい対象と素材だけを外注先に投げて品質のマネジメントせずに終わってる感が透けてるってディスってて、確かにそうかもって思ったことがあるんですが、最近出てくるやつ全部テンション上がるんですよね。財布の紐緩まないように注意しないとなと思います。そして光の戦士の奇跡展が発表されました。4月25日から東京、5月30日から大阪で開催されます。画面上の物体や遠隔の物体を実際に触ってるような感触を再現する技術、いわゆるハプティクス技術を使った体験もあり、終焉の戦いを疑似体験できるそうです。面白そうですね。入場特典はコンサポステッカー、グッズ展開もかなり豊富で、ヴァンガード装備のパーカーや温泉整いセットなどこれまでにないグッズも追加されています。あとソリューション9テーマの T シャツ2種が予約受付中。2月26日にはヤーンのぬいぐるみがプライズに登場して X で話題になりました。さらに3月下旬からは12神ガラスプレートも登場予定です。そして PLL では自キャラフィギュアサービスの進捗も公開。価格は安くはできないとのことですが、自キャラへの愛着がある人も多いので需要はかなりありそうですね。ちなみに適当に相場感調べてみたんですが、10センチのキャラクターフィギュアで6万円、15センチで約10万円とのことで、やっぱりまあまあ値が張りそうですね。体積に対してコストはほぼ1000系らしいので、だとするとララとそれ以外でマジでコスト差大きいですね。鳴らすんだろうけど、価格にも注目です。その他のトピック、14が麻雀プロ団体である最高位戦日本プロ麻雀協会のスポンサーになりました。麻雀には主要なプロ団体が5つあって、その中の1つ、最近会員数トップになった今勢いのある団体ですね。この前謎の縁でコラボさせてもらった渋川プロが所属している団体でもあります。ちなみに土間式麻雀大会に出演されている6絶でおなじみの山田プロは別の団体で、そしてこの前栗田を攻略されていた日吉プロも別団体です。なので最高位戦とスポンサーを結ぶのは個人的には意外でした。ただ一方でこれは私の主観なんですが、対局中後ろにスポンサーの映像をがっつり流すとことか、細かいところで言うと風呂した牌を下段に表示させるとか、最高位戦は見せることにとても注力されている組織なので、スポンサーとして選定するのはすごい納得感もありましたし、スポンサー効果も期待できるんじゃないかなと私は思っています。14も麻雀も自分のチャンネルで取り扱ったことがある私は YouTube アナリティクス上でそれぞれの動画配信の視聴者の年齢層とか男女比とか見られるんですけど、そこを見る限りは結構親和性が高いように感じるので、意味わからんインフルエンサーに雑投げするよりは広告宣伝費の使い方としては100万倍ポジティブな印象です。ちなみに最高位戦のプロの方もワンチャン動画見ていただいてるかもなので、私の麻雀歴を画面に表示させておきます。ぜひ一緒に14楽しみましょう。麻雀話終わり。公式放送では3月13日に第91回 PLL がありました。ダイジェスト動画を出しているので概要欄からぜひどうぞ。あなたは絶は何が来ると思いますか？私の絶予想言っちゃうと、絶ニーヤです。順を追って根拠をお伝えします。まず、絶パンデモニウムは絶対にないです。これは間違いない。絶対ない。黄金のレガシー発売前に新ジョブが緑魔導士かピクトマンサーかで盛り上がっていて、で緑魔導士とも取れる装飾品を出したりとミスリードを巧みにやっていて、でファンフェスでもヨシピーがその辺うまくできたわってどやっててぐぬぬってなったんですけど、新年でいつものチョコボサーバーじゃなくてパンデモサーバーにヨシピーが出てきたやつといい、あ、同じことやってやがるって思ったので、絶パンデモだけは絶対にないです。というかパンデモだったら順当すぎて PLL で言うって。で続いて絶古代人、ぶっちゃけこっちが本命だとも思っていて、実際は絶古代人を前面に出しつつ、でもパンデモニウムの創造生物も使っていく、実質絶パンデモ。フェーズ1では家なしお気に入りレイドである変国2層からヒッポカンポスさんがチャネリングオーバーフローとテインテッドフラットとコヒーレンスを複合させて登竜門として立ちはだかるっていうのが本命ではあるんですけど、絶古代人フューチャリング実質絶パンデモっていうのは予想として順当すぎて面白くない。なのでそっちじゃなくて絶ニーヤであると予想する理由を今から並べつられます。一つ目、今回古代人出しちゃうと次何出すねんって感じにもなっちゃうから、まだ古代人カード切りたくないんじゃないかな。二つ目、
目、ヨシピーが次の絶のヒントとして言っていたメタっていうのが、ニーヤの世界観知ってる人はわかると思うんですけど、バチッとハマるんですよね。プレイ中にセーブデータを消してくるとかニーヤではやってきたりするので、ついでに砂嵐演出も非常にニーヤっぽい。3つ目、うろ覚えなんですけど、ヨシピーが今回の絶はいろんな人の協力を得て的なことを言っていた気がする。絶古代人だとして誰の協力を得るの？声優の追加ボイス収録を指してるとしたらわざわざそんな仰々しいこと言うかね？今までだって追加ボイス収録はあったのに。一方でニーヤだと別 IP っていうのもあって協力を得るっていう言葉が腑に落ちます。4つ目、ニーヤは海外人気も高い。なので海外ファンフェスで第一歩を発表するっていう広報戦略が理解できる。5つ目、プロデューサーの横尾太郎さんが先日エヴァの完全新作のシリーズ構成と脚本を担当されることが発表されていて波に乗っている。ヨシピーがそのことを知らないわけがないというか PLL で前から知ってた素振りを見せていた。その話題性に乗る可能性は大いにあると思う。6つ目、同じくこの前の PLL でヨシピーが皆さん何の絶が来ると思いますかって聞いてて、コメント欄に来た絶貞子っていう小ボケを拾って貞子は語句も礼式もないでしょ的なことを言った覚えがあるんですけど、この言い方がめちゃくちゃ白々しく感じた。あれだけヨシピーもモルボルさんも PLL 中絶対に言わないってオーラ出しといて、なんでここだけそんな具体的なこと言うかねってめっちゃ引っかかったので、私は以上の根拠をもとに天の弱的に絶ニーヤを本命に立てます。これは FF なんだからニーヤなんて絶に持ち込んでくるんじゃねえよって声もわかるんですけど、ドラッグオンドラグーンとかニーヤとかボイスオブカーズとか横尾太郎さんの作品大体スコってる一ファンとしては願望込みで予想します。これで普通に絶古代人とか絶歴代 FF のラスボスとかだったら石投げてください。続いてファンコミュニティの話題。まずは14速報や馬取り速報なき後に颯爽と現れた申請まとめサイトヤン速報について、皆さんもう見ていますでしょうか？すっごいテッキーですよね。 AI で誹謗中傷コメントをフィルタリングする仕組みとか AI ベースであろう管理人コメントとか、私も AI でウェブサイト作ったことがあるんでわかるんですけど、 AI ってめっちゃ色で分ける表現好きなんですよね。この辺もすごい AI 感を覚えました。馬取りですらそんな悪い印象を抱いていなかった私がヤン速報に悪い印象を抱いてるわけなくて、もちろんまとめサイトを嫌う方を否定するつもりは一切ないんですけど、一個人としてはあるゲームに対して誰かがボコボコに言われながらもキュレーションメディアを運営した方がそのゲームのコミュニティの情勢という意味では益の方が大きいと思っているので、いい印象しかありません。これだけの技術力と、あと何より行動力のある人が14を対象にコミュニティサイトを作ってくれるっていうのが、逆に言うと14にそれだけの引力がまだあるってことなんだと思っていて、あざすと感じたのが素直な思いです。ビュー数を表示させるのが結構チャレンジングだと思っていて、私は馬取りから自分の動画に流れてきた人数とかが YouTube 上で見られるので、そこと照らす感じヤン速報のビュー数は馬取りと比べるとまだまだ桁が違うんだろうなと想像するんですが、ただこういう情報発信は最後まで立ってたもの勝ちな側面もあるので、一ユーザーとしても同じ発信者としても末永く続けてほしいなと思っています。ただなんとなく家なしララチャンネルのトピックは堅くなに取り上げないぞっていう決意を感じなくもなくもないような、私の動画が取り上げられる日は来るのか、ぜひご注目ください。逆に言うとあちらでは私の発信はキャッチできないので、月1でこういった動画出していきますので、お見逃しのないようチャンネル登録をお願いします。コミュニティからもう一つ、ラッキー番長さんの国勢調査によると14の人口は今年2月集計ベースでは回復傾向、アクティブ数、新規キャラともに増加しているようです。何が効いてんのかはよくわかんないんですけど、でも少なくともピルグリムトラバースといい、昇格物語といい、あともちろんアルカディア霊式といい、 PLL の反省以降に出てきたコンテンツは全部いい印象しかないので納得感はあります。これからまたクソ長なぎ説が始まって若干落ちてくんでしょうけど、別に 8.0 でまた盛り上がればいいんで、大船に乗らせてもらってる気持ちで過ごしてます。ということで今月の公式とコミュニティのトピックは以上です。続いて今月私が投稿した動画の紹介。まず馬取り閉鎖に関する雑感動画、あとさっき言った通り PLL のダイジェスト、来月の PLL も同じものを出すのでお見逃しなく。あと昇格物語関連ではアナザーダンジョンそれぞれの攻略動画とバリアントダンジョンアドバンストバリアントダンジョンの全ルート全ボス解説動画を公開中です。今回アナザーダンジョンはゲーム8の閉廷後に取り直して出す余力なしということで、やいのやいの言われるだろうなと思いつつとっとと出しちゃいました。内心ちょっと安心してるのが2ボスの灼熱反響ギミック。当時1固定法が流行ってるところ、私自身もそれでクリアしたんですが X で十字法を見つけて、絶対これが流行るべきと思って投稿者に許可取って動画もらってまで珍しく主流無視して紹介しました。別に私の動画で流行ったわけではないものの、最終的にはこっちが流行って安心しました。主流無視して他人の名前出して意味わからん解放を紹介するなって叩かれたら、人を巻き込んでる都合上さすがの私も申し訳なく感じたので耐えました。最後脱線しましたが、私の動画の話は以上です。今後の予定としては4月中旬には PLL パート2、4月24日25日北米ファンフェスアットアナハイム、そして4月28日パッチ 7.5 パート1が実装予定です。以上、今回は喋ること盛りだくさんだったので恒例の小ネタはなし。昇格物語、申請まとめサイト、麻雀スポンサー、各種グッズ、そして絶予想などなどご所感あればぜひコメントください。こんな感じで14をやっていてもやっていなくてもその月何が起きたかざっくりわかる情報を発信していきたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。